こんにちは。ジパング55のタカです。私は福岡県福岡空港に来ています。今回は福岡天神にあるザ・リッツ・カールトン福岡に宿泊します。マリオット系列のラグジュアリーブランドとして有名なリッツ・カールトン。2023年6月にオープンしたばかりで、日本で7つ目のホテルです。そんなリッツ・カールトン福岡のスイートルームに今回は宿泊します。お部屋からクラブラウンジまでたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。お得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。リッツ・カールトン福岡は最寄り駅が天神駅です。電車で22分、車で15分ほどの距離です。前回、ヒルトン福岡に滞在した際も空港から近く便利でしたね。天神であれば屋台が有名な中洲エリアなど観光にも便利です。今回は地下鉄空港線で天神まで移動しました。天神駅は階段が多かったので、荷物が多い場合はタクシー移動が楽かもしれません。出口にもよりますが、地上に出てからは徒歩5分ほどです。こちらがリッツ・カールトン福岡が入っている福岡大名ガーデンシティです。オフィスや飲食店なども入った複合施設です。上部にはリッツ・カールトンのマークがありますね。上層階がホテルで、中層階がオフィス、下層階に飲食店が入っています。リッツ・カールトンはビルに専用入り口があります。ライオンのロゴがかっこいいですね。ホテルに入ろうとすると係の方が荷物を預かってくれました。部屋にそのまま運んでくださいます。今回私はクラブラウンジ付きのデラックススイートを予約しました。入り口は木目を基調として和を感じるテイストになっています。ホテルエリアとは別で奥に入るとチャペルエリアがあるそうです。私は12月に訪れたのでホテル内がクリスマス仕様になっていました。クラブラウンジ付きの部屋を予約した場合、24階のクラブラウンジでチェックインが可能です。ラウンジまでは係の方が案内してくれます。今年オープンしたばかりなので、ホテルが綺麗ですね。ホテルロビーにはクリスマスツリーやカフェなどもありました。ラウンジまでは1階の受付の方がご案内いただき、クラブラウンジ正面には係の方が1名立っていました。泊まりに来たのが平日ということもあり、比較的空いていましたね。ラウンジに着くとおしぼりとお水をいただきました。ラウンジも広々していて開放感がありますね。ウェルカムドリンクで柚子とジンジャーのモクテルをいただきました。他にもドリンクメニューから注文が可能です。コーヒー、紅茶、ワイン、ウイスキー、カクテルなどがあります。まずはリッツ・カールトン福岡オリジナルブレンドコーヒーを注文しました。コクがあり、美味しかったです。ラウンジにもバーがあり、お酒類はここで作ってくれます。ソファー席や S 席などもあり、ゆっくりすることができます。ラウンジからは博多の街並みを一望できます。ただ座席からは植木に遮られて景色を見ることはできませんでした。少し残念ですね。奥には前回宿泊したヒルトン福岡やペイペイドームが見えますね。チェックイン手続きはここで行ってくれました。カードキー2枚と説明の紙をくれました。宿泊のお礼の手紙も入っていました。クラブラウンジでは5回の食事がついてきます。1日5回も食事があるとお腹いっぱいになってしまいますね。チェックインの時間帯ではアフタヌーンティーを楽しむことができます。私も早速いただきたいと思います。季節によって内容が異なります。今回はイチゴをメインに使っています。ケーキ3種はそれぞれ別々のイチゴを使っています。九州産黒毛和牛のローストビーフサンドイッチがあります。味噌と玉ねぎのタルタレットで上にトリュフとフォアグラが乗っています。小皿に乗ったゼリーのようなものはカツオサイのムースイカで上にキャビアが乗っています。スコーンは2種類用意がありました。お好みのジャムやバターを塗って食べます。紅茶は、やめは紅茶にしました。すっきりしていて飲みやすかったです。このアフタヌーンティーだけでもかなり豪華ですね。
メニューもあるので、わかりやすいですね。このラウンジは当日空きがあれば、ラウンジ付きの部屋にアップグレードも可能です。日や空き状況にもよるようですが、3万円前後でアップグレードできるようです。事前予約でクラブラウンジをつけるより、かなりお得です。3万円前後で2名分の5回の食事がつくことを考えると、かなりお得だと思います。当日空きがあり、アップグレードできる場合はぜひ試してみてください。クラブラウンジのトイレはとても綺麗で、入り口はまるで壁のようになっていました。トイレの洗面台にはハンドソープの他にハンドクリームまでありました。すごいですね。他にも大人数で利用できる席などがありました。夜になるとここでビュッフェが提供されます。紅茶やコーヒーなどを自分で入れることもできました。銘柄はメニューに記載があったものと一緒ですね。コーヒーマシンはヒルトンでも見かけるものでしたね。飲み物がなくなれば、係の方がお声掛けくださり、飲み物のおかわりをいただけます。動かずに運んできてくれるので、嬉しいですね。マリオットボンボイのプラチナ会員であれば、ホテルによってはラウンジをつけることができます。ですがリッツ・カールトンはラウンジをつけることができないので注意が必要です。概要欄にマリオットボンボイカードの詳細を載せておくので、よかったら確認してみてください。宿泊者向けのプラチナ会員特典は後ほどご説明いたします。それでは部屋に向かいたいと思います。部屋までは係の方が案内してくれました。それでは部屋に入ってみたいと思います。こちらがお部屋です。部屋の大きさは75平米なのでかなり広々していますね。入り口からはソファーと大きなテレビが目に入ります。雑誌などもあり、博多の街並みが一望できます。ベッドはキングベッドのお部屋にしました。とてもふかふかしていそうですね。ベッドルームにもテレビがありました。こちらも大画面ですね。ベッド脇にはデスクもありました。隣にはクローゼットルームがあります。かなり広々しています。荷物も広げやすいです。バスローブなどもありますね。リッツ・カールトン福岡のロゴが入っており、かっこいいです。引き出しの中にはスリッパやブラシなどがありました。スリッパもふかふかそうですね。パジャマは SS と S サイズの2種がありました。アメリカサイズなので、これでちょうどいいようです。他にも金庫やリッツ・カールトンの紙袋がありました。本当に広々していますね。それぞれの部屋は扉で区切れるようになっていました。洗面台を見てみたいと思います。洗面台からは博多湾を一望することができます。開放感がありとても綺麗ですね。化粧台もあり、朝の準備も楽ですね。目の前に博多湾が広がっています。お風呂も豪華ですね。テレビもついていました。洗面台にはバスタオルやハンドタオルが設置されていますね。レプロナイザーのドライヤーもありました。アメニティ類は引き出しの中にありました。一通り揃っていますね。バスソルトもありますね。歯磨き粉やシェービングクリームもありました。バスルームからも博多湾を一望することができます。
シャワーは上部設置の一つと手持ちシャワーが一つありました。シャンプー、ボディーソープ、コンディショナーがありました。テレビをゆっくり見ることができますね。浴槽は大きく、身長181センチメートルの私ものびのび足を伸ばすことができました。洗面台にはディプティックの石鹸がありました。ボディクリームもありますね。洗面台の隣にはトイレがありました。壁と一体になっていますね。玄関の横にもトイレがありました。一つの部屋に2つもトイレがあるので便利ですね。こちらは手洗い場もついていました。ゲスト対応もできますね。ベッド脇の電話はボタン一つでフロントにつながります。ボタンでは照明や窓のブラインド、カーテンを調整できます。リビングルームのソファーも広くゆっくりできますね。飲み物などはこちらのケースに入っています。お水は無料になります。2種類のだしスープもありました。こちらもおかわりができるそうです。飲み物は有料ですね。ただほとんどラウンジで無料で飲めるので問題ないと思います。冷蔵庫にはお酒がたくさん入っていましたが、すべて有料です。スナックも有料です。コーヒーや紅茶は無料で飲めます。コーヒーは6種類ほどあり、紅茶は TWG でした。ソムリエナイフもリッツ・カールトンのロゴが入っていてかっこいいですね。チョコレートやワインなどもありました。グラスもいろんな種類がありますね。コーヒーマグカップもありました。机には和菓子と日本茶が置いてありました。どら焼きともなかがありました。ベッドルームのテレビのそばには空気清浄機もありました。テレビではホテルの説明も見れました。主要な動画配信サイトはアカウントを持っていれば自由に見ることができました。映画を見ながら部屋でゆっくりできますね。今回こちらのデラックススイートに1泊します。ソファや机にはコンセントもありかなり便利ですね。お値段は私が泊まったタイミングでなんと1泊25万6530円です。高級ホテルなだけありますね。一番お安いお部屋でも1泊10万円前後しました。リッツ・カールトン福岡は複数の部屋が用意されており、デラックススイートは上から4番目になります。一番高いお部屋は120万円超えなので、庶民の私には手の届かない世界ですね。リッツ・カールトンは一番狭いお部屋でも50平米以上あるので、ゆっくり過ごせると思います。今回もマリオットボンボイのポイントを使って宿泊しました。それでもデラックススイートルームだと21万ポイントかかります。一番お安いお部屋だと5万ポイント前後で泊まれる場合があります。なのでマリオットボンボイカードの無料宿泊を使って利用される方も多いようです。リッツ・カールトンは無料宿泊の対象外のホテルも多いので、嬉しいですね。時期によって大きく異なるので必要ポイント数も確認してみてください。ホテルサービスなどは紙の説明書に記載がありました。ベッドを整えてくれるターンダウンサービスもありますね。レストランやバーの説明もあり、わかりやすいですね。特にプールはかなりおすすめなようです。博多湾、天神、大堀公園の3方向が窓になっており、まるで空に張り出したような雰囲気だそうです。プールサイドにはホットジャグジーがあります。プール中央にはレモンやグレープフルーツとハーブのデトックスウォーターや新聞などが並んでいるそうです。ただ残念なのは有料で1人約3800円かかります。スイートルーム宿泊者は無料で利用できますが、アップグレードでの宿泊は対象外とのことです。ジムも眺望が良く、気持ちよくランニングできると思います。
タオルや水も完備されていたので、運動するのにちょうどいいですね。時間に余裕がある方はぜひ訪れてみてください。それでは外へ散歩しに行きたいと思います。私が宿泊したお部屋は19階にあり、ロビーは18階にあります。クラブラウンジの利用がない場合は、ここでチェックインを行うようです。ロビーも広々していますね。1階に降りてきました。福岡大名ガーデンシティの隣は広場になっており、季節のイベントが行われているそうです。12月の時期はクリスマスマーケットが行われていました。1階には、朝子、岩柳福岡など有名なスイーツ店も入っています。ビルの下で食事するのもいいかもしれませんね。ただラウンジ利用の方は食事量が多いので、外で食べる必要はないと思います。ライトアップされると綺麗ですね。クリスマスマーケットは食べ物中心で販売していました。それでは少しクリスマスマーケットを楽しんで、ラウンジに向かいたいと思います。それでは夜のオードブルをいただきます。午後5時から午後8時までが食事中心のオードブル。午後8時から10時までがデザート中心のコーディアルです。食事はビュッフェ形式でした。和洋中混合で、小皿に乗って提供されていました。福岡メレさんのイカや明太子もふんだんに使っていますね。ハム、サーモンサラダ、イカなど美味しそうなものばかりですね。バーニャカウダやフルーツ、ピクルスなどもありました。温かい料理もあります。カレーもあり、お腹いっぱいになりそうですね。ポテトやお肉などもありました。エビシューマイもありました。パンやデザート類もありますね。デザートはカヌレやマカロンをはじめ、わらび餅やケーキもあり幅広く置いてありました。ワイン類なども置いてありますね。リッツ・カールトンのシャンパンもありました。赤ワインなどもありますね。ビールも冷やしてありました。紅茶とコーヒーも引き続き飲めるようです。夜も落ち着いた雰囲気でとてもいいですね。先ほどのドリンクメニューのお酒なども提供してくれます。メインでローストビーフも提供してくれました。量は少ないかと思ったのですが、十分ですね。そのままコーディアルの時間になったので、デザートが提供されていました。オードブル、提供時にあったデザートはそのままで、ケーキやチョコレートが追加されていました。バーニャカウダやお菓子類も引き続き置いてありました。今回はデザートに合わせてカフェラテを注文しました。平日ということもあり、かなり空いていましたね。また料理やデザートの種類も多く、全部美味しそうなので、とても食べきれませんでした。部屋にあるお菓子なども考えると、とても食べられませんね。この量と質を考えるとラウンジをつけるのは本当におすすめです。それではゆっくりしてから部屋に戻りたいと思います。部屋に戻るとターンダウンサービスでベッドをきれいに整えてくれていました。ベッド脇にはお菓子とお水も用意があったので、嬉しいですね。洗面台にはクレンジング、スキンローション、スキンクリームを置いてくれました。お湯をためてゆっくりお風呂に入りたいと思います。ナイトモードにすると夜景を楽しみながらお風呂に入ることができます。夜景を見ながら入れるのは素敵ですね。博多の夜景が綺麗に見えますね。お風呂に入った際は、湯気で窓が曇り少し見にくかったですが、それでも綺麗でした。それでは今日はもう部屋で休みたいと思います。おはようございます。日の出前の博多湾も綺麗ですね。それでは早速朝食を食べに行きたいと思います。ラウンジ前にもクリスマスツリーがあり綺麗ですね。24階にあるラウンジは左側にあります。
反対側には先ほどご紹介したジムやスパ、プールのエリアがあります。朝食もクラブラウンジでいただきたいと思います。空いていたので席は自由に選べました。7時頃訪れたのですが、お客さんは少なかったですね。日差しが暖かくて心地よかったです。席が眩しかったのでブラインドを下ろしていただきました。朝食もビュッフェ形式です。今回もいろいろ料理がありますね。昨日気づかなかったのですが、冷蔵庫があり、中にドリンクが入っていました。牛乳や炭酸水、豆乳などがありますね。日替わりのスムージーもありました。こちらには冷えたジュース類がありますね。フルーツジュースも多いです。和食もいろいろありますね。味噌汁、サバ、鶏肉を天ぷらにした鶏天もありました。ハム、ポテト、トマト、ニョッキ、コーンスープなどがありました。穴子のお茶漬けを作れるようにだし汁までありました。薬味もあり、美味しそうですね。チーズや和食の小鉢もありました。福岡なので名物の明太子もあります。他にも豆腐やイカなどがありますね。大根おろしとポン酢を使った小鉢やさつま揚げなどもありました。サラダもいろいろあり、トッピングも種類が豊富ですね。ドレッシングも3種類ありました。パンやグラノーラも充実しています。フルーツもありますね。コンポートも洋梨とアプリコットの2種類がありました。ジャムも4種類ありますね。パンは菓子パンから通常パンまでいろいろありました。マフィンも3種類ありました。しょっぱいパンから甘いパンまでいろいろあります。クロワッサンも美味しそうですね。フランスパンなど固めのパンもありました。コーヒーや紅茶はどのタイミングでも飲めるようになっています。リッツ・カールトンのロゴが入ったジンジャーエールがあったので持ってきました。お箸もリッツ・カールトンのロゴが入っていますね。朝食から美味しそうですね。ハムやサーモンなどもあり、サラダに合うので嬉しいですね。ビュッフェの他に卵料理を一つ選べます。オムレツ、スクランブルエッグ、エッグベネディクトなどがありました。最後にはクロスフルも提供してくれます。朝から量が多いですね。どれも美味しそうなので、たくさん食べてしまいます。穴子のお茶漬けも美味しいですね。専用のだし汁がよく出ていて、ご飯によく合います。クロワッサンのエッグベネディクトを注文しました。こちらも出来たてで美味しかったです。オムレツなどは和牛ソースなど、ソースを選べれるみたいです。朝は午前6時30分から午前8時までは比較的空いているのでおすすめです。菓子パンもどれも美味しくて幸せですね。昨日から甘いものをたくさん食べているので、体が心配になってきました。菓子パンはデザートのように甘くて美味しいです。種類が多く、これだけでもお腹いっぱいになりますね。こちらがクロスフルです。クロワッサンの生地をワッフルの機械で焼くデザートです。以前北海道のホテルでも紹介しましたね。生地がふわふわでとても美味しかったです。アイスなどと一緒に食べるとさらに美味しいですね。充実の朝食でした。それでは一度部屋に戻りたいと思います。朝食でかなりお腹いっぱいですが、2時間ほど経ったらお昼が用意されます。朝食でもお腹いっぱいなので、本当に1日食べている状態ですね。それではジムで少し運動した後、お昼までゆっくりしたいと思います。昼食の時間になりました。昼食のサラダは朝食で出たものと一緒ですね。ヴィーガンサンドウィッチ、ローストビーフサンドウィッチもありました。ヴィーガンサンドウィッチがあるのは珍しいですね。朝食と同じ菓子パンもありました。明太子サワークリームは福岡らしいですね。うどんや白身魚のフライなどもありました。
トリュフ入りスープです。ケーキなどもありました。甘いものが多くて、だんだん食べれなくなりますね。今回はお昼なので、お酒も注文しました。昼間からお酒が飲めるのも最高ですね。朝食をたくさん食べているので、量はそんなに食べれませんでした。毎回違うメニューがあり、利用者を飽きさせない工夫がされているのがすごいですね。ビュッフェの他に定食の用意がありました。今月は水炊きです。定食の内容は毎月変わるようなので、いつ訪れても楽しめますね。水炊きもすごく美味しいです。豚の出汁に野菜などを入れたスープです。ポン酢などをつけて食べるのでさっぱりして食べれますね。ただ予想以上にしっかり食事の用意があったので、食べるのが大変でした。クラブラウンジは食事量だけで見てもかなりお得ですね。逆に言えば1日ホテルに滞在できないのであれば、クラブラウンジをつけると少しもったいないかもしれません。それでは残りを食べて、また部屋でゆっくりしたいと思います。部屋でゆっくりしてから、最後に改めてラウンジを訪れました。本来チェックアウトは午前12時ですが、レイトチェックアウトで午後4時まで滞在できました。そのため2回目のアフタヌーンティーをいただくことができました。さすがに2人分は食べれなかったので、1人分を2人でシェアしました。部屋にもお菓子やスープがあり、ラウンジではいつでも飲み食いができるので、かなりお腹に余裕を持たせる必要がありますね。チェックアウトの手続きも、アフタヌーンティーを食べながら行ってくれるので、かなり便利ですね。特に精算がなければ、アプリでチェックアウト手続きもできるみたいです。ぜひ皆さんもラウンジ付きの部屋で福岡旅行を楽しんでみてください。それでは今回のリッツ・カールトン福岡、いかがだったでしょうか。1日食べて、部屋でゆっくりするという贅沢ステイを堪能できました。おもてなしも素晴らしいので、ぜひ一度訪れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。